こういうそう笑ってるけど怒ってるね絶対みたいなちょっと形容しがたいですけどただで帰れると思うなよみたいなよろしくお願いします。よろしくお願いします。また井出さんが来てます。はい、どうもです。よろしくお願いします。すごいスピードでだいたい5分で描いてもらった絵なんですけど、あとはワコムのドライバーアップデートがあって多分半分筆圧がついてない今日は何の絵ですか？はい、そうですね。絵的には彼は笑っているんですけど、はい、彼の背景の雰囲気のその春スクリーントーンとかの処理によって、なんかこの彼の笑顔の意味合いがいろいろ変わるっていう。でももう嬉しい雰囲気しかないそうですね。基本的に笑ってるので嬉しいことには変わりないと思うんですよ。ただ彼のその笑顔を見る我々受け取る手の印象がちょっといろいろと。この前、お店行ってスクリーントーンがいっぱいすぎあって、やっぱどうやって選ぶんですか？まあ使いたいやつを買えばいいんですけど、背景にいろんな貼る雰囲気のトーンとかもあるんですけど、基本的に結構アナログでスクリーントーンを使う人の 95% の人はこのトーンを買ってるんじゃないかっていうトーンはあって、それがドットのそうですね 60% です。本当ですか？本当です当たったあれこの前誰かが話してたかも。マジですか？もう多分同じ本当に60%はい60番台というか61、62、63、64あたりのそのドットの60番台の1から4ぐらいまでが、まあ、基本的にどの作家さんも使うスタンダードなスクリーントーン。じゃあそれが背景どうするかわからないときに勝手にトーンを入れればいいか。まあなんかペット貼っちゃってもいいと思うんですよでまあもっと例えばこのデジタルだったらこのスクリーントーンの効果とか背景とか柄みたいに、さっき言ったその鉄板の網もここにバーッといっぱい入ってるんですけど、それ以外にもこういう効果のとこですね、できました。こんな風にまさになんかいい雰囲気のトーンだったり、他にも結構いろいろとみたいなキラキラしてますみたいな。今何をしました？今こちらですね、今まんま貼ったらグレーだったんですよこれ。そうね。なのでグラデーションっていうかただの色なんですよねこれ。色なので一応漫画ってそのモノクロ2回調なんで別にグレー表現もありなんですけど、なのでこうトーン表現すればドット君になって、そうね、印刷するとこうなりますよね。そうですね。そのが分かりやすいかなっていう、でなんかそのドットに戻せばこの線数とかまた増やせたりして丸の数とかが変わったり。じゃあ普通に嬉しいよりもなんか寂しくてやっと会えた的な。なるほど。寂しくて笑ってるっていうちょっとしたそのなんだろうな、派手すぎない感じっていうニュアンスで派手すぎないトーンを選ぶといいかなと思うんですよね。じゃあ嬉しさの派手さ。そうですねさっきこの淡い光を貼ったんですけど、でこれをもうちょっと例えばこの濃度を落とすっていうか、こうするともうちょっとだけこのぐらいですかね。そうすると色味が抑えられて、そんなに強い感情にも見えなくなるっていう。やっぱこれがマックスだと結構見え方も変わってくる。さっきのキラキラもそうだと思うんですけど、じゃあ嬉しさよりも少し表情を変えて、こう分かりやすくこういうそう笑ってるけど怒ってるね絶対みたいな、でそこからこんな感じのグラデーションの上黒くして下を明るくして、グラデーショントーンなんですけど、それはどういう効果ある？やっぱなんかすげえ楽しそうには見えないっていう背景が暗いので、それでちょっとこうびっくり怒り血管マークもあるので絶対これ笑ってるけど怖いやつやんみたいなこれも濃度とかこうやってまたいじれたりするんで、このぐらいだとそんなにちょっと怒ってるけど、そこまで強い怒りではない。やっぱ結構怒ってますよねこれ濃くすると。そうねこれも今僕この分かりやすいようにこのほっぺの記号マーク書いたんですけど、全然これがなくてもなんかちょっと不安になる
笑ってるのになんでこんななんか周りの空気黒いの暗いのみたいな。そうね周りの空気がなんか暗くなっていくちょっとゾクッとするというか見えてないけどもしかしたらこの辺に包丁持ってる可能性が怖っ。それだったら絶対さっきの丸いボールよりもこれの方がいいんだよね。不気味かなと。あ似たようなものでさっきこの僕明るいとか静かとか柔らかいこのトーンコレクションから選んだんですけど、その下にもう文字通り暗い激しい緊張怒りみたいなのがあるんですよ。でもこれ辺も使ったりするともう不穏な感じには見える。もやがかってるというか、なんか本当の背景じゃないけど気持ちの天気っていうか。そうですね笑顔の彼から出ている毛穴から出ている匂いというか空気が不穏、ただただ不穏みたいな。ちょっと形容しがたいですけど、さっきのその後ろがキラキラしたりふわふわしたりしたものとはこの人同じ顔のキャラクターでも印象が全然見る人は変わってくる。なんかこれって結構やっぱ漫画ならではの面白いことだよなと思ってて。じゃあ例えばこういう雷入れたらどういうセリフが合いそうな、あとなんか笑顔で結構ここに吹き出しが出たとしたら笑顔でえぐいこと言ってるのかもしれないですね。ただで帰れると思うなよみたいないいねとか。じゃあみんな多分お家で自分の漫画を描いて、どんなトーンが一番よく合いそうなことを考える前に、逆に笑ってる場合じゃないのに、笑ってるキャラクターを描いて、裏でなんか全然逆の気持ち入れたら、もしくはその真逆でもこのめちゃくちゃブチギレてるような怒ってる顔の絵を描くんですけど、この後ろのトーンがめっちゃ星屑のようなキラキラしてるとかやっぱ全然意味合いが変わってくると思うんですよね。なんかそこまでいろいろと試してなんか楽しめるといいのかなっていう、バカ正直にやる必要はないんじゃないかなとは思ってて、むしろその怒ってるから怒ってるトーンを張る、怒ってる顔を描くっていう直球だけじゃなくて、やっぱり生きてりゃいろんな人間と出会うじゃないですか。あの人なんかいつも笑ってるけど逆にあれブチギレてるらしいよみたいななんかやっぱなんかこういうことでもキャラクターの深みって出るのかなとか思うと、本当いろいろ試さない手はないのではと。漫画基本的に多分21ページくらい読んでる人が飽きないように、謎というか面白さ入れなきゃいけないですね。そうですねやっぱ面白いものが漫画として優れてるとは思うので、これだけでも気になるポイントがあるね。なんか大丈夫かなみたいな大丈夫かな絵の印象プラス、バックグラウンド背景とかの雰囲気とか色味とかでまたやっぱその見る人がその感じるそのものがまた変わるっていうのがやっぱ絵の面白さなのかなとか。練習として初心者とかどんななんか練習したらこういうのをもっとなんか詳しくなる。やっぱり漫画実際のプロのものでの表現方法とを読んで勉強するのが一番いいのかなとは思うんですよ。特に自分の好きな作家さんでいいと思うので、端から端まで本棚読む必要はないというか自分が好きな憧れを持つというか、この人のような漫画描きたいなとか思う人で全然ぐらいでいいと思うんで、でそれプラスこういうツールを持っている人がいるのであれば、なんかいろいろ本当に一個キャラ描いて、コマの中にキャラ描いて、もうこの大量にあるこのツールをもう片っ端から貼ってみて、なんか自分でキラキラ笑って楽しめばいいのかなと思って、そうするとなんか最初と全然違う雰囲気の絵になった、コマになったって思えば、それだけでなんかやってる意味はあるというか。そうね、キャラクターを描く前にどんな雰囲気を出したいことをなんか先に考えた方が、もちろんですね、こういう怒ってる顔を描かなくていい笑ってる顔、嬉しそうに全然描いていいし、裏で本当の意味が伝わる本当の闇がじゃあありがとうございます。ありがとうございました。本当にスクリーントーンの謎が一つだけ少し理解できました。それはでもスクリーントーンは永遠になんか
使い方ありますよね。やっぱそうですね、漫画があってスクリーントーンがなくなることはきっとないと思うというか、ないねベタとかこれもまた怖いですよね、なんかなんだっけ、白い、白縁ですか。そう、それ入れたらなんかポップってコミックになりますね。そうですね、なんかコメディになる。多少髪の毛ベタなんで白縁は入れた方がいいんですけど、まあちょっとそれが面倒だったら若干ベタの濃度下げてトーンにしちゃったとか。そうだね、そうだね。個人的には僕これがおすすめですけど、なんか絶対持ってる絶対持ってるはい、エレイさんは Twitter のハンドルネームはここに貼ってありますので、ぜひフォローお願いします。エレイさんが登場している動画いっぱいあるので見てくださいよろしくお願いします。あと漫画はまだ連載中なんですけども、リンクとか貼ってあるから、はい、ぜひ読んでやってください。お願いします。はい、じゃあバイバイ。バイバイ。